アのずんだもんなのだ。今日はウクライナのニュースを3本まとめて見ていくのだ。その前に豆知識なのだ。英語では昔、ザ・ユークレインで定冠詞をつけて呼ぶのが一般的だったけど、独立後は試験コッタとしてユークレインで定冠詞なしで呼ぶのが推奨されているのだ。今ではザ・ユークレインは不適切とされることが多いから覚えておくと安心なのだ。そして今日の一押しは2つ目のニュースなのだ。ウクライナの冬の魔法、伝統料理から現代の祝祭へなのだ。冬の行事と食文化、そこにあるビールの役割まで地域ごとの違いも含めてたっぷり紹介されているのだ。それじゃあ早速行くのだ。ウクライナは東ヨーロッパに位置し、首都はキエフなのだ。1991年にソ連から独立した大統領制の共和国で、人口は約4000万人ほどなのだ。穀物を中心とした農業や重工業、IT が主要産業で、民族音楽やボルシチなど豊かな文化があるのだ。現在はロシアとの軍事衝突と復興支援が国際的に注目されているなのだ。一つ目のニュースなのだ。ウクライナの新世代エンジニア、なぜ企業は教育を支援すべきかという記事なのだ。ウクライナではエンジニアの需要が急増しているのに、人材が足りず、多くの学生が海外流出してしまっているのだ。アジャックスシステムズの教育プログラム責任者オリガ・ナゴルニュクさんは、この問題を解決するには、企業と大学、国家が長期的に連携し、実践的な教育とインターンを用意することが重要だと語るのだ。アジャックスシステムズは、アジャックスネクストを通じて5つの最新ラボを開設し、2000人以上の学生に実習機会を提供、44人を採用したのだ。組み込みやハードウェアの求人は2022年から2025年で数倍に増え、IT 分野のように成功事例が増えれば、他の工学分野も人気が伸びると期待されているのだ。企業が設備提供やインターン、CES 視察などを行うことで、学生はエンジニアリングの魅力と現実的なキャリアパスを理解し、ウクライナの技術と経済発展に貢献できるようになるのだ。2つ目のニュースなのだ。ウクライナの冬の魔法、伝統料理から現代の祝祭へという記事なのだ。この記事は、ウクライナの冬の祝祭と食文化、そしてビールの役割を紹介しているのだ。冬の行事はアンドリーの日からクリスマス、マランカ、バシリー、ヨルダン、公元祭まで続き、地域ごとに料理が大きく違うのだ。例えば、テリノピリやスームイでは小麦の甘いゆるいクチャ、ポルタバでは高級だったベーのクチャ、ドネツクでは春バイリのクチャなのだ。他にもキノコ入りボルシチや様々なバレエニキ、ガリツヤのパンプーシカやイワイパンなどが並ぶのだ。飲み物もウズバルや蜂蜜酒、穀物の発酵飲料、そして伝統的なビールが重要で、特に冬の祭りや集会で振る舞われたのだ。1715年創業のリビウのビール工場は、近代化を進めつつ、リビウスケ、ビズドリャネという期間限定の濃食ビールを出し、デンマークの中国グジュールブリグなど世界のクリスマスビール文化とも響き合っているのだ。現代のウクライナでは、家族や友人が集まり、昔のレシピと新しい食材を組み合わせて、精進料理をビーガン風にアレンジするなど、形を変えながら伝統を続けているのだ。料理や飲み物を選び、作り、分かち合う行為そのものが、過去と現在をつなぎ、自分たちが誰なのかを確かめる、コードになっているのだ。3つ目のニュースなのだ。オーストリア、ハンガリーで初めて女性医師、医学博士となったウクライナ人ソフィア・オクネウスカの物語という記事なのだ。この記事は、1865年にガリツヤの聖職者家庭に生まれたソフィア・オクネフシカが女性に高等教育が禁じられていた時代に、どのようにしてオーストリア、ハンガリー帝国初の女性医師、医学博士になったかを語っているのだ。なのだ。彼女はジューシナタリア、
コブリン氏からと女性運動を進めつつ、ヒューリヒで医学を学び、帰国後は資格が認められず一家で移住するなど多くの障害に直面したのだ。やがて資格が承認されると、リビウの無料診療所で貧しい人々を診療し、子宮頸がんをマリー・キュリーのラジウム療法で治療するなど、西ウクライナの女性がん治療の先駆者となったのだ。また、医学用語辞典の編纂や助産師学校、看護師養成コースを創設し、第一次世界大戦では自ら志願して負傷したウクライナ人を救護したのだ。家庭では夫の不倫や娘の自殺など悲劇にも見舞われ、60歳で中水破裂により亡くなったが、その戦いは今も多くの女性に道を開き続けているのだ。スンダモン、エンジニア育成と食文化、先駆者の勇気が未来を作るウクライナを応援するなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけない。けれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声。そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。